常に挑戦はしているような感じですね。ちょっと今までちゃんとやってきてよかったなっていう。一緒に作り上げてくれる人たちかなって、ちゃんとメンバーっていうかみんなで作ってますね。一番辛いのは僕でいいんですよ。だからリーダーなんで。あ、おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。はい。もうマジでさっき起きたばっかですね。こっち今めっちゃ汚れてますよ。あ、今ここでまさに起きたところという、そうです。もうここで。寝てたんですよ。もう一回寝ちゃいそうな雰囲気がちょっと出ちゃってますけど。もうなんかあれですよね。本当にいつもの朝でいいんですよね。そうです。もう普段通りでですよね。お願いします。来て、ここだわ。定位置ですか？ここでこうやって見てます。昼前とかに、宅配が来るんですよね。はい、こう郵便物とかそういうなんか動画のネタとかが届くんで、ここでこうやってポケーっとしながら待ってます。頭が動かないんですよね、やっぱ。ポケーっとしてるんで、そのポケーっとしてる時にパックマンやるって決めてるんです。パックマン？そう、パックマンやるんですよ。朝一でパックマンめちゃめちゃ頭動かすんですよね、結構これ。これで頭を起こすみたいな。そうです。これで起こします。これでなんか一通りわーってやって、あーって起きたなーと思うんですよ。起きたなーと思ったらもう消すんですよ。ピッて消して、よしっつってまたゲームやります。15分間ぐらいなんですけど、15分間スマブラのトレーニングモードをするって決めてるんですよ。スマブラですね。朝1戦とか2戦やって、とりあえずやってやります。とりあえずやります。だからちょっと風呂入りたいな。朝は絶対風呂入るんですけど、あ、もう決まってるんですね。そうですね。ちょっと取られたら恥ずかしいんで。結構こういう突撃今させてもらってるんですけど、はい、YouTuber の1日とかって動画ってあるじゃないですか。あ、はいはい。あれって本当にリアルなんですか？まあリアルだとは思いますよ。まあ多少ちょっと忙しい日を選んでると思うんですけど。今日は確実にリアルですね。今日めちゃめちゃリアルですね。本当に。ヒゲがものすごい早いんですよ、生えんの。こまめにやんないと。なんか作業部屋あるんですけど、1個のところで落ち着いて編集できないんですよ、僕。ずっとこうやってなんかうろちょろしちゃうんで、まず朝はもうここで大体昼頃ぐらいまでかな、こっから2時間ぐらいここでやって作業で焼いて、そのままたまにこう喫茶店とか行ってやったりめっちゃしますね。僕めっちゃしますね。もう多分そういうオタクですよ。なんかいいコメント悪いコメントいろいろあるんですけど、あ、こういう意見もあんだなと思いながら、なんかそういうのも朝コメント見て、はい、結構2018年と2019年のこう YouTube のトップランキングみたいなので2冠取ったんですけど、その動画をこうなんでそうなったかっていうのをこう見たりとかで、なんか気になったことはわーって書いたり、あっち側に作業部屋の壁が、そこにホワイトボード作ってるんですよ。もうびっしり。そうですね。なんかやりたいこととか言ってないアスレチックとか、そうですね、そういう系のそこに書いて、はい、結構忘れっぽいんで、てか新しいことをいっぱい思いつくと古いのが消えてくんですよね。なんでそれを書いておくっていう場所です。だからもう絶賛ここはモザイクです。全部モザイク。そうなんですよ。いろんな人にバレないようにしないといけない。これは大事ですからね。はい、こんな感じでやってます。相談はないかな。そうですね。基本もう全部自分で考えて、でもなんかこれに決めましたとか、こういうことやるけど大丈夫は全部相談をしてるんですけど、最近した相談で一番マサイ君によく家が近いんで話行くんですけど、怒るのやめるわって言い出した時があったんですよ、僕が。その時に本当に心配はしましたね。どうしたこいつみたいな。なんか怒ることによって生まれるものってなんかない気がしてきたみたいなことをポッて僕が言ったら、もうおかしくなったかみたいな。はい、そんななんかちょっとしたこととか、俺こうしたいんだよねとかは結構話すことが多いですね、メンバーに。あいつが昼前にしてることか。部屋の掃除とかしてると思いますね。あいつそうなんですよ、結構綺麗好きなんで、
多分それをしてるんじゃないかなと思います。あとなんかこう僕らの動画に使う企画費だったりの計算とかそういうのをしてくれてんじゃないかなとは思いますね。でも機材管理とかありそうだな。はい。僕もう充電するぐらいしか管理してないんですよ。そうなんですよ。なんかバッテリー充電してカメラ置いとくなんですけど、彼は結構清掃とかカメラのレンズが汚いなと思ったら拭いたりとか、メンテナンスとか結構で、なんか僕らのなんかこれおかしいよっていう機材を結構渡すんですよ。なんかカスタマーセンターみたいなやつなんで、だからこれ渡したらあいつが直してくれると思ってるんですよ。だから渡して多分それをやってくれてる可能性はあります。今それタイムツリーっていうのをなんか使ってみてて、なんかこう日もそうなんですけど、その週とかなんかこの月何やりますとか、なんかケツ決まってるんですよね。これまでにやんなきゃいけないとか見て、じゃあここ編集だから先に編集を手つけながら撮影この日に入れようみたいな感じで、なんか逆算して考えてます、スケジュールは。カメラ機材メンテ、当たった、さすが当たった。こんなもんでしょ掃除はどれくらいの頻度でされるんですか？週1、週2ぐらいですかね。なんか、汚ねえなと思ったらやります。はい、やってます。雨で水没したカメラも2台、3台直してます。プロじゃない。いやいや、とんでもないです。そんなことないです。ちゃんと勉強してからやってるんで。はい、経理もやってます。偶然にも僕の母親経理仕事やっていて、なるほど。で少しそういう知識もいただいて、母親からで本も預かってなんですか。でそれ見ながらこういうこともあるんだなって把握しながらやってます。そうですね、まずこうオープニングを作り始めたのってもう2012年から初期からなんですけど、このチャンネルはもう2代目なんで、メインチャンネルその2代目が始まった初期からオープニングを作り始めて、最初はこうシルクが描いた絵柄がくるくる回ってるようなだけだったんですけど、なんかやっぱフィッシャーズといえば川で遊んでるメンバー、川なんでちょっと水の要素が欲しいなと思って、2016年に、ちょっとした水の要素を加えたんですね。でそこからストーリー性のあるものをこう築き上げていこうかなと、後付けなんですけどね、あれ自体はなんですけど、やっぱそういう風にあった方が、後々年重ねるにつれて面白くなっていくんじゃないかと思って今に至ってますね。あまりこれにしようっていう決め方はしてなくて、やっぱ時間がある分そこら辺をこう臨機応変に変えてってとかやりますね。で自分だけじゃなくてやっぱシルクと相談して、でシルクの後にメンバーに見せて、これこうでいいかなみたいな、なんか自分だけで作ってないです。ちゃんとメンバーっていうかみんなで作ってますね。もうありますよ。もうストーリーを築くって言ったじゃないですか。そうですね、おっしゃってましたね。やっぱあるんですよね。なるほど。何かは話せませんけど。内緒ですよね、もちろん。ただ今年のオープニングいろいろ仕込んでるんで、いろいろ探ってみてください。メインの編集の素材がない時、自分基本特殊映像を作ってるんですよね。なんか小ボケみたいなシリーズがあって、これまだ非公開ですけど、その姿はまさに海の男に違いない。彼の名はモドキっていう腹立つやつを作ってるんですよ。これをラフなミュージックビデオは意識してます。ゴリゴリにこうカットを多用してやる、カットをいっぱいしてるんですけど、こう例えば絵柄がすぐ変わっちゃうような演出はしてないですね。こう見やすく歌に集中してもらえるような絵にはしてます。あります。ペケタンは身振り手振りがこうやってやります。レンダホはっていうのをやります。編集してる撮影すると分かるんですよ。すごい。硬いですね今日。一応ふざけアイデアファクトリーが期間終わったので、ちょっとそのちなみに今日朝ごはんは食べられました？今日お昼ご飯出るって聞いてたの食べてないです。このために。そうなんですよ。いいですか？もうちろんです。ちょっとウインナーいただきます。ありがたい。
でもそれこそこう歌の活動だったりとか、それこそこういう服作ったりとか雑貨作ったりとか、ふざけファクトリーっていうこうブランドをやらせてもらったりとか、昔からやりたかったこととか新しくやりたくなったことを常に挑戦はしているような感じですね。はい、結構ね、それこそ学生だったりとかちっちゃい頃とかってこうやりたいっていうのいっぱい出ても、ね、行動に移せなかったり環境が整ってなかったりとか、そういうのたくさんあるんですけど、今もう何でもやっていい状況なんで、はい、もう思い切ってやりますよね。ありがたい。だからその分やっぱりこう形にしてやっぱこういいものにしていかなきゃいけないっていう若干プレッシャーはありますけど、そこがモチベにつながるんで、全然みんながそれで良くなってくれればいいんで。でもシルクとかは多分すごい先のことまで考えてるんですけど、その分、メンバーの僕たちだったりとかができるだけ近い未来をそのシルクの考えてる遠い未来にしっかりつながるように細かく近いことを確実にやっていくのが僕らの使命だと思ってるんで、あんまり遠くのことは考えてなくて、そうですね、目の前のことをこう求められているもの以上にできるようにするっていうのがやっぱこうやるべきことなのかなと思ってるんで、あんまり先のことは考えてないです。なるほど、なるほど。はい、こうなりたいとかありますけどね、やっぱりなんか YouTube はずっとこういい意味でこうやっぱ距離の近い関係であるのがすごいいいものなんだなと思ってるんで、そのやっぱ距離の近さだったりとか、そういうこう温度感だったりとか、できるだけこう視聴者さんと離れないようにやれたらなと思ってるんで、ちょっとそういう風な企画できたらなと思って今やってます。何してるんですかね。見てもいいんですか、こういうの。いいんですか、すいません。いや本当に分かんないんですよ。誰がいつ動画出すとかは最近こう分担できるようになってきたんで、こうそういう意味で逆に普段何してるとかはある意味任せてるというか、もう本当に家族よりも合ってるんで、なんか兄弟の予定とか別に聞かないじゃないですか。確かに確かに。ですよね。そんな感じなんですよ本当に。でもペッケとかは今それこそレコーディングに多分向かってちょうどやる頃なのかなと思ってます。多分なんかで言ったかもしれないんですけど、中学の時頃かな、クラスの友達と何人かとこうカラオケに行く機会があって、その時が初めてだったんですけど、その時にこう歌った時の歌がなんかお前下手くそだなみたいな感じで小バカにされて、ムッときて、ちょっと次行く時までに上手くなろうって思ったのがきっかけでしたかね。本日はですね、リサさんのグレンゲという曲を録音しようかなと思ってます。鬼滅の刃っていう作品の、オープニング曲になってます。もうこのアニメも僕は全話見てて、漫画も一応全巻買ってるんで、作品についてはちょっとちゃんと愛情を持って録音できるんじゃないかなと思ってます。今ものすごくミセスグリーンアップルさんとオフィシャルヒゲダンディズムさんにものすごくハマってて、めちゃくちゃ CD 買ってめちゃくちゃ聴いてるんですよ。ライブも行ってるし、なんでそこちょっと1曲ぐらいカバーできたらいいかなって思ってるんですけど、でもやっぱりすごい難しいんで今ちょっと聞き込んでるって感じですかね。そうですね、やっぱフィッシャーズのステージだったらロッキンジャパンですかね。あれはもうお客さんの反応とかもステージとかもうそれこそすごいスケールだったですね。全部出る前とかは結構いろいろ言われてたんですけど、もう当日になってみると全然もう変わってて、ちゃんと批判の声とかはいただいたんですけど、でもそれもちゃんと的を得てるし、でしかも思ったより上手かったっていう方がすごい多かったんで、ちょっと今までちゃんとやってきてよかったなっていう印象はありましたね。大丈夫だと思います。ありがとうございます。なんだろうな、レコーディングですかね。またそこにか、でも最近ってことでもないですけど、ちょっとギターを始めまして、なんか曲もこうちょっと自分で作れるようになったらいいなと思ってギター始めたんですけど、ギター練習したりとか、ちょっと曲考えてみたりとか、そういう時間にしてるかな。それか僕個人的にすごいカードゲームが好きなんで、
友達呼んでカードゲームしたり、秋葉原とかに行って買い物したりとか、限られたメンバーですけどやりますね。元木くんとかダホくんもちょこちょこやってたりするんで。そうです。元木くんはもう中学ぐらいからもうずっとやってたんで、もう僕らでなんかオリジナルのイラスト描いてカードとか作ってたぐらいなんで、結構カードは大好きですね。おじさん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。多分もうそろそろ来ると思うんで。はい。お疲れ。お疲れ。よいしょと。お疲れです。めっちゃイヤホンした。お疲れ様です。お願いします。嘘は言ってないですね。嘘は言ってないけど、もうだいぶ前の話で、なんか小学生ぐらいの時に、なんかそういう自作のカードゲームで遊んでたりしましたけど、それ今持ってくるかいです。なかなか、ね。時止まってんじゃないですか。止まってるよね。早く更新した方がいいよ。そうですね。これからセカンダリを取ろうと思ってます。なんか候補ある？ある。どんぐらいかかりそう？どんくらいだろうね。でもそんな時間かかんないと思うけど、それやろうかな。なんかそんなはっきりは決まってないんですけど、どちらかといえば、ザカオとか、ペケタンとか僕とかは、セカンダリーの動画を撮ってることは多いと思います。で、シルクとかは、なんかメインの企画を考えたりとか、その間にしてるって感じですかね。決めたわけじゃなくて、なんか自然となってるんで、なんか変わっていったりとかもあると思います。どうなんだろう。なんか面白いことをしようと思ってるわけではないから、なんかそれ含め全部ラフにやってるから、なんかやっぱりそれがセカンダリーかなみたいな。仕事っていう感じはしないですね。なんかもともとマサイがデジカメ買ってきてホームビデオ回してるところから始まってるんで、なんかその感覚なんだと思います。はい。普段何してる？普段何してんだろうな、マジで。撮影以外でしょ？結構楽しんでると思うんだよな。もう楽しんでるよね。結構楽しんでると思う。なんか仕事行くの嫌とかそういうことってあると思うんですよ。なんかそういうの全くないから、なんか自分の好きなことやってて、家でなんか好きなご飯とか飲んだり食べたり音楽聴いたりとかしてて、連絡来たら行こうみたいな感じだよね。そうだね。昨日ペケタンが飲み会でスタッフの方にプレゼントを誕生日に送るっていう約束を酔っ払った状態でしちゃってたんですよ。あれか。そうでベロベロ酔ってた本人そのこと全く覚えてなかったらしいんですけど、お前なんか誰々さんにクッキー焼くって言ってたよなっつったら、俺そんなこと言ったみたいなってなって、でじゃあそれはでも自分が言ったからそれなんかクッキー焼かないといけないなってなって、昨日ペケタンが準備してクッキー焼いたんですよ。買ってきてたね。マサイの家でクッキー作ろうとしたんですけど、マサイが引っ越してきたばっかりで物が全然ないんですよ。マサイに「バットどこ？この家バットないのかよ」なんかすごい言いながらなんかすごいめちゃくちゃな感じで作ってましたね。なんか昨日おとといクッキー作ってたんですね、ペケタンが。それのちょっと残りここにまだあるんですけど、で今そのお掃除してます。なんかスケジュール組めるアプリがあって、タイムツリーっていうアプリがあって、それで共有的な、だからメンバーがおのおのスケジュール入れてってお互いに見るみたいな感じですかね。なんか誰が空いてるなとか、だから例えば今日だとペケタンがレコーディング入ってるとか、そういうのが入ってますね。一緒になんか面白いことを一緒に作り上げてくれる人たちかなって思いますね。イベントとかも一人じゃ無理だしね、みんなが来てくれて初めて面白い空間になるんで、それなんか一緒にやってくれる人みたいなイメージですかね。でちょっと番組的には、はい、ちょっとアンケートも見てもらったと思うんですけど、コーナーとして、はい、全然寝ないんですよ彼ら。2時間しか1日寝ないです。ショートスリーパー。そうなんですよ。僕らが
寝る時も起きてるし起きた時も起きてるあんま見れないですよ、立ち会えないですよ、寝てる瞬間に。起きた時も起きてるんで、友達そうなん移動中ぐらいだね、立ち会えるとしたら。そうなんですよ。ああ、そうね。海苔ハマってんすよね、これ。そうなんですよ、海苔ずっと食べてるんですよ、最近。バッグの中に。持ってるんですか？バッグの中に海苔入ってるんですか？はい、パソコンの間に挟んでます。よいしょ。こうでもどうも、菱田修です。ペケンまさ元木。あ、いい！めっちゃいいじゃん。シルクしたいんで多分すごい楽しいこと考えてるんで、僕だったりメンバーはその楽しそうな遊びに参加できるというか、僕らが練ってっていうよりはリーダーの遊びに参加するみたいな感覚になります。なんか意外とバランスはめっちゃ悪いんですよ、うち。悪いんですけど、なんかバランスを良くしすぎるのが良くないのかなと思ってて、そうなると俺の方がやってるだろうみたいになっちゃうのがなんか気持ちが悪い。だからずっと軍団として一番辛いのは僕でいいんですよ。だからリーダーなんで、僕が一番やってないとみんなからしたらなんであいつがってなっちゃうと思うんですよ。だから僕が一番やるのは当然なんですけど、その他はもうなんか基本好きなことやってるっていう、そっちの方が多分伸びるっていう人たちが、制限食らいたくないタイプの人たち、まあ一番僕がそうなんですけどそうなんですよ。ありがとうございます。いきます。せーの、アリウム。ありがとうございます。どういうチームなの？俺誰ってか。俺誰？うわ、シュルックかよ。プレイヤーさんって誰？いいじゃん、自分の名前に近い。あ、俺だ。いくよ。お願いします。はい、お願いします。3対3のチームラウンド。今回メンバー間でタイムツリーを使ってみました。スケジュールを組んだり確認したりしたけど、普段会話だけで確認してたことをタイムツリーでしっかり共有できて、動画制作がスムーズでした。タイムツリーの詳細は概要欄にもあるのでチェックしてみてください。これで終わりはダメです。これで終わりはダメ。もう一回やる？じゃあその前にせーの、アリウム。もうゲームがメインになっちゃった。チーム変えようぜ。いいよ。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、 Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アリウム。